息してますか？息しかしてません。時丸です。皆さんこんにちは。今日はフリーランスが使うべき3つの制度というテーマで話をしていきたいと思います。毎週ニュースレター書いてるんですけど、先週は確定申告をテーマに書きました。で、僕も今年はちょっと早めに確定申告を終わらせて、一息ついてるんですけど、やっぱり重いですね。税金がね。で、だいぶ、持ってかれる。全然税金の金額がミニマルじゃない。これ驚いてるわけですけど、でもやっぱり個人事業主として、フリーランスとして、あるいは会社をしながら副業している人たちにとって、やっぱり使うべき制度っていうのはあって、できる限り有利になる制度というのは使っていった方がいいなと思っていて、今日はちょっとそれについてね、3つぐらい解説しようと思います。ミニマリスト的な視点からもちょっと話しますので、まだ確定申告終わってない人とか、これからやる人とか、ぜひちょっと最後まで見てみてください。いつも申告するのギリギリになっちゃうんですけど、今年は結構早めに終わらせることができましたね。で、フォトグラファー時代というか、写真撮影の業務がメインだった時代は、税理士さんにお願いしている時期もあったんですけど、最近はですね、自分で一人でやってます、個人で。で、その理由としては、やっぱり会計の勉強になるっていうことですね。数字を扱うことってそんなに楽しいことではないんですけど、やってみると意外と楽しくて、確定申告をするということは、つまり利益を確定するので、個人の損益計算書、PL だったりとか、資産のバランスシートを自分で把握することになるんで、そこが結構ね、やっぱ勉強になるところですね。大体企業を深く調べたりとか、株とかでファンダメンタルズやるときも、基本的にその財務状況を深く調べたりしますけど、それと同じで、個人事業主もですね、自分の財務諸表とか、会計的な部分を見ることによって、その事業の健全性だったりとか、持続可能性が少し見えてきます。だからいわゆる年に一度の健康診断みたいな、事業の健康診断みたいな形で捉えると、自分でそれを把握して行うことはそんなに悪いことではないのかなと。むしろいいことなのかなと思いますね。何より所得税含めて自分の今年の税金周りの金額が確定すると、ちょっとそれで安心できたりとか、気持ち的にもスッキリすることになります。で、それによって今年の予算組だったりとか、何に投資していくかみたいなものも判断が立てやすくなるので、結構ね、早めに自分でやるってことは結構メリットがあるかなと思っています。で、それから税理士さんにお願いしなくなったのは、自分のビジネス業態が結構シンプルだっていうことが一つと、あとは電子申告できるようになったことが大きいですね。今e-tax とか使って、あとは他のソフトウェアとかアプリケーションを使って電子申告できるので、それともうマイナンバーがあればですね、自分で帳簿作って、そこから流れ作業的にね、申告できることになります。なので、税務署に出向かなくても申告できるようになったので、それがやっぱり個人でやる大きな理由の一つにはなっていますね。で、フリーランスが利用すべき制度の一つ目は、イデコですね。はい。これもう当たり前ではあるんですけど、やっぱりイデコの節税効果ってバカにできないと思っています。で、なんとなくその投資の側面だけで考えれば、NISA やってるから、イデコは必要ないとか、あるいはその60歳とか65歳まで引き出せないから、その柔軟性がないので、これ固定されるのが嫌でね、イデコをやらないみたいな人も多いでしょう。で、この制度が始まった当時は僕もそのように思っていました。でもやっぱりこのイデコという制度が納税額に大きなインパクトを与える瞬間っていうのは、自分の事業にある程度大きな利益が出た後なんですよ。だからやっぱり自分の事業に利益が出始めて、そのイデコの恩恵がわかるっていうかな。なんかそういう感じですね。で、イデコは基本的に掛け金が全て控除になるので、その分ですね、所得税とか住民税が、金額が下がります。間違いなく。で、結局、イデコの中身としては、インデックスファンドとか投信を運用していることになるので、株の運用ってことにはなるんですけど、株の利回りよりも、その税負担の軽減っていう意味で、もう直接的なリターンがそこであるなと思っています。だから考え方としては、基本的に老後のための資産形成みたいなイメージだと思うんですけど、もちろんそれが本質ではあるんですけど、実際に確定申告した翌年からですね、その税負担の軽減ということが受けられるので、実はその未来のためにヘッジしながらも、実はもう今この瞬間から楽になれるっていうね、そういうね、便利な制度だと思いますね。で、その他に紹介する制度としては、小規模企業共済とふるさと納税っていうね、この3つをちょっとまとめて3種の神器、フリーランスの3種の神器みたいにしたいと思うんですけど、もう少しだけちょっとイデコについて深掘りをすると、基本的に自営業を第1号って言うんですけど、自営業の人たちは月に 6.8 万円まで、6万8000円まで、掛け金を拠出することができます。で、イデコは会社員も使えるので、基本的に会社でやっている人とかは2万円とか2万3000円ぐらいまで、枠は少し小さくなるんですけど、それでも節税の効果は高いです。で、メリットとしては基本的に課税所得分は全て控除、全額控除になるので、入れた分だけですね、その所得が下がるというふうな効果が期待できます。これはフリーランスで
青色申告をしている人であれば、青色申告控除っていうのが65万円つくので、それプラスですね、月に 6.8 万円。年間にならすと81万6千円っていう感じになって、その2つの控除だけで146万円の控除金額になります。これはかなり大きいです。だからフリーランスで活動している人はやらない手はないって感じでしょうね、これはね。で、もちろんデメリットもあって、やっぱり、原則60歳までは引き出せないこと。これが一つの大きなデメリットとは言えるでしょう。つまり流動性がなくなるってことですね、入れてしまうと。だから自分が直近で使うようなその生活防衛資金だとか、他の株に回す投資余力みたいなものを削って入れるのは少しリスクになります。あとはイデコの中身は基本的に投資信託になっているので、最悪の場合、元本割れのリスクも少しはあるっていう、そういう感じですね。で、他には口座管理手数料などのコストも若干かかってきます。で、あと結構重要なのは、掛け金の金額変更は年に1回しかできないってこと。これもだから注意が必要で、だから積立 NISA とかだと今毎月のように金額を変えられますけど、自由に。その金額の変更がなかなかできないっていうことですね。そこは結構注意が必要ですね。だから節税効果が高いと言って、いきなりフルフルで入れずに、まずは無理のない金額で少しずつ始めながら、自分の事業の利益の伸びに合わせて、あとは生活余力に合わせて調整するっていうのが一番ベターだと思います。で、二つ目の小規模企業共済なんですけど、これは中小機構というね、ところが運営する経営者や個人事業主のための制度です。いわゆる積み立て型の退職金制度みたいな感じで、これは会社員は利用できないような仕組みになっています。だからフリーランスとか個人事業主の特権だとは言えますね。だから退職金をイメージしてもらうとわかるんですけど、基本的に会社員とかサラリーマンの人たちは退職金っていうものが用意されてますけど、フリーランスにはそういうのがないので、自分でそれを作りましょうねみたいな、そういう制度ですね、簡単に言えば。で、この制度は掛け金を毎月1000円から7万円まで自分で自由に調整して入れることができます。で、イデコと同じようにもう全額所得控除になります。だから自分の事業に利益が出た年ほど税負担を軽くしてくれるような、そういう仕組みになっています。で、この小規模企業共済の実際の受け取り方なんですけど、満期とか満額っていうものはなくて、退職とか廃業のタイミングで自分から申請して受け取るっていう感じです。で、受け取り方もですね、一括とか分割みたいなところからいろいろ選べて、一括に関しては退職所得扱い、で、分割に関しては公的年金等の雑所得扱いっていうね、いわゆる税務上の処理が受け取り方によって変わる仕組みになっています。だからつまり受け取るときに若干税金がかかるっていう仕組みになっている。これがちょっと注意ですね。だから毎月自分で自由に掛け金を変えられたりとか、受け取る解約のタイミングを選べるっていう意味では、イデコよりも若干自由度は高いと言えます。で、これのデメリットとしてはやっぱり資金拘束ですね。で、基本的には辞める、解約するまで引き出すことができないので、その期間は資金が拘束されることになります。で、任意解約、自分で解約するときはですね、掛け金の納付が12ヶ月未満だと受け取れずに掛け捨てになるっていうね、これがポイントになる。だから、早期解約するともうかけた分全部持っていかれるので、これは結構注意が必要です。で、その他には20年未満で解約すると、受け取り額が掛け金合計を下回ることもあるっていうふうにされています。だから20年以上、続けて入れないと、それ以上のリターンが得られないっていう、そういうイメージですね。ただ、この制度の強みというのは、その積立残高の範囲内で、契約者貸付っていう制度を使うことができます。だから、つまり、自分で入れたお金の上限分をですね、それの何割かを貸し付けてもらえるっていう制度。だからこれは自分の事業が行き詰まった時とか、資金繰りに困った時なんかは、小規模企業共済に入れたお金からお金を借りることができるっていう、そういう風な制度でもあります。だから一人でやってる人はいろいろ取引先あると思いますけど、銀行とか信用金庫とかありますけど、その中の一つとしてですね、一つの柱として、最悪の場合にそこから貸し付けを受けられるみたいな、その自分が出してる分からね。だからそういう風なリスクヘッジとして使えるところは、フリーランスにとっては結構強みがあるのかなと思っています。はい、そんな感じで、今紹介したイデコと小規模企業共済っていうのは、中身は若干異なるんですけど、どちらも仕組みとしては自分で掛け金をかけて、その分が全額控除になるというね、税金に対してはね、納税額に対してはかなりインパクトのある制度になっています。はい。で、最後はふるさと納税ですけど、これはここで改めて説明することでもないかもしれませんけど、皆さん大体やってるとは思いますけど、ちょっとミニマリスト的な視点で話したいと思うんですけど、これは基本的に自己負担2000円を除いた分の所得税と翌年度の住民税が控除されるというふうな仕組みです。で、つまり自分の住民税を前払いする代わりに、
自分の納税地以外の場所に納税をして、で、そこから返礼品をいただく。で、その返礼品分の価値が若干プラスになりますよっていう風な、そういう風な制度ですね。で、ふるさと納税の上限というのは、基本的に住民税の前払いっていう形になるので、自分の家族構成とか収入によって変動します。で、僕の状況なんですけど、僕はふるさと納税これまでに何度かやってはいるんですけど、で、返礼品もいただいてね、いろいろ楽しんではいるんですけど、最近はね、やってないですね。で、その理由は3つぐらいあって、で、一つは、やっぱり自分が住んでる場所に還元したいっていうのがあります。だからやっぱり結局自分がこの住んでるローカルな場所に、区にですね、やっぱり住民税を払って、ちゃんとその区に役立ててもらいたいみたいな、そういう気持ちがね、最近出てきてるんですよ。で、やっぱ自分自身がほら行こうぜみたいな感じで、その街中を歩いてる変質者みたいな、この変質者を受け入れてくれている街だっていうね。だからこの街があるおかげで私は生きられてるみたいな、この変態ミニマリストが。だからそういう気持ちがあるので、やっぱり区に対してね、ちゃんと住民税払いたいなって、それがね、北海道とかさ、九州とかわけわかんない、自分が住んでない場所に、わざわざ住民税を払わなくていいかなって思うのが、一つです。なぜかそういう気持ちがね、芽生えてきてるんですよね。だから自分が住んでるんだから、住んでる場所に還元したいっていう、そういうイメージが一つある。で、他には、僕の場合はイデコと小規模企業共済にフルフルで資金を回していて、で、他はもう全部株に全突破してるんで、わざわざふるさと納税に大きな金額を入れなくていいかなって思っています。それが一つです。だからそこをちょっとミニマルなバランスにしてるって感じですね。で、三つ目は、これが大きな理由なんですけど、返礼品をもらっても家に置くスペースがないってこと。これが一番の大きな理由ですね。で、このチャンネルいつも見てくださってる方はわかると思うんですけどね、ちっちゃなね、ホテルにあるような冷蔵庫とね、この14平米のね、ワンルームですよ。置く場所どこもないんですよ。それが例えば豪華な、松坂牛とかホタテとかカニとかでなくても、それはもう当然置けないし、で、かといってその生活必需品みたいなね、トイレットペーパーとか洗剤とかよくありますけど、そういうのにしたって置く場所が全くないんですよね。だから積極的にそんなに使えないっていう事情があります。それでもね、狭い部屋に住みながらも、豪華な返礼品が欲しいっていう人は、いわゆる配送方法を3ヶ月に1回にできたりとか、そういうものあるじゃないですか。あとはもう本当に物じゃないような返礼品みたいなね。昔はギフトカードとかありましたけど、だいぶね、そういうのが規制でね、なくなってきてますけど、そういうものじゃないようなものに使うっていうのは一つ方法ではあると思います。あとは最近の動きとしては、去年の10月ぐらいからポータルサイト独自のポイント付与による募集が禁止されています。いわゆるポータルサイトみたいな、ポイントサイトみたいなところで、ポイントの20取り30取りみたいなことがふるさと納税でできていたんですけど、それが禁止になってますね。あとはやっぱり人気な自治体とか、その自治体のバランスが偏ることによって、どうしても税収を得られないようなところが出てきたりとか、結構そういう問題が浮き彫りになってきているんで、今後いろいろね、また規約とかルールも変わっていくかもしれませんね。はい。ということで今日はフリーランスが使うべき3つの制度ということで、イデコと小規模企業共済とふるさと納税について話してきました。はい。ということで今年の確定申告、2月16日からなんですけど、電子申告申請であればもうすぐ今からでもできるので、早めにね、忘れないように申告していくことをお勧めします。そして今年の税金を早めに確定させて、楽な気持ちになっていきましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは少ないもので、暮らしながら作っていく。ミニマリストやミニマリズム、そしてフリーランスの生存戦略みたいなことについて話しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。